今回の動画はとにかく美文字になりたい人必見の内容です。最後までご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは、書道家の平大我です。今回の動画は美文字ポイント10選というテーマでお話をしていきたいと思います。世の中にはですね、美文字のコツというものがたくさんありますし、私も過去動画でたくさんの解説をしてまいりました。今回はそのような中でもより再現性の高いもの、このコツを知ればすぐに真似できるものですね。こちらを10個抜粋して皆様にご紹介していきたいと思います。ですので、これから美文字になりたい、綺麗な字を書きたい、そのように思った方が、まずはこの動画を見ていただき、そしてそれを真似していただくことによって、あれ自分の文字ちょっと変化したかもと、すぐに変化を感じられる、そのようなポイントを抜粋しておりますので、よければですね、紙とペン用意していただいて、一緒に書きながらこの動画をご覧ください。ちなみにこちらのチャンネルでは、美文字に関することや書道に関すること、お役立ち情報を配信しています。まだチャンネル登録してないよっていう方はですね、この動画最後までご覧いただいて、チャンネル登録、高評価、コメント、そして登録の時にはですね、こちら通知マークも一緒に押していただけますと非常に嬉しいです。というわけで早速、実際の文字を、使いながらですね、解説していきたいと思うんですけれども、良いパターンと悪いパターン、2つご覧いただきながらですね、どうすれば良くなって、どうすれば悪くなってしまうのか、そういったところも含めて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきたいと思います。始めていきます。まず一つ目です。止め、跳ね、払いをきっちりとしましょうということです。意外とこれができていない方多いんですよね。ここができていないと文字を書くときに雑に見えてしまうということがあり、その結果文字が汚くなるということになります。これはですね、どれだけ早く書いていてもポイントを押さえるというところ、これが非常に大切になってきます。ではどこがポイントなのかっていうところなんですけれども、それぞれポイントあるんですが、簡単に言いますとですね、起筆、収筆、始まりと終わりをまずしっかりと押さえましょうねっていうところが一つ。それから止め、跳ね、払いというところで、跳ねる手前の部分ですね、ここで少し止まってあげてから跳ねる。こういったところを一つ一つ意識していきましょう。ここもそうですね。こういうところもそう。それから右払いのポイントとなるところもそうですし、この打ち込み、最初のところですね。そして曲がるところ、それぞれ意識すべきポイントっていうのはたくさんあります。こういったところを押さえないと、こういう形でふにゃふにゃした字になりますので、ここはまず気をつけていきましょう。一つ目は止め、跳ね、払いをきっちりするということでした。続きまして、強調する線をしっかりと強調させてあげるということです。強調する線ってなんだというところなんですけれども、異なるパターンの3つ持ってきました。1つ目が三角形になるパターン、一番下が長くなるパターンですね。そして真ん中がひし形、真ん中の線が長くなるパターン。そしてこれがちょっと五角形みたいな書き方をしてしまってるんですけれども、ここをですね、しっかりと強調するパターンということです。もちろんですね、強調したい線をしっかりと長く書くということが一番大事なんですけれども、それだけではありません。これはですね、一番短い線の端と長い線との、要はここの角度の差分、これで長く見せるということを意識していく必要があります。これだったら長く見えるようにしたいので、周りの線が横に張りすぎないようにするということですね。ここと差分が短いので細長くなってしまうと。これも一緒ですよね。この3つの線の差分、長さの差分が短いので、ここも短く見えてしまう、そのような形です。これも一緒です。この最終の端がこことここなので、どうしてもですね、差が生まれない、そしてメリハリがない、そのような状況になってしまいますので、ここは気をつけていくようにしてみてください。続きまして、四角い文字の組み方に注意せよというところになります。はい、上3つですね。それぞれ横が出てます、縦が出てます、縦が出てますということで、ここの出る位置を意識するということが非常に重要になってきます。口でいきますと横が出ますし、ひだと縦が出ます。ただと縦が出ます。これって何が違うのって思いますよね。簡単な覚え方があるんですけれども、この四角の中に何もないものを書くときは少し内側に入れる。これもギュッと内側に入れる角度を決めるっていう形プラス横が出る。そのように基本的には覚えておいてください。そして横に何か線ですね。線が入った時には縦が出ると覚えておいてください。この中に収まる場合ということになります。ですので、この下のパターンで言うと、こことこことここが出方が違いますよね。こうなってしまうと同じような形で書いてても少しバランス悪く見えてしまいますので気をつけます。中にというお話をしたんですけれども、例えば中心の中という字であれば線は中に通るんですけれども、
上と下に突き抜けてますよね。そういった場合は横が出てますよという形です。この形はしっかりと覚えておきましょう。そして横が出る時というのはですね、基本的には文字の組み方もしっかり内に締めてあげる。このような角度も覚えておくとより良くなりますので、ぜひ参考にされてみてください。続きまして、打ち込みを作るっていうお話なんですけれども、打ち込みを作るっていうのはよく聞くと思います。全体的にですね、こういう頭の部分全部打ち込み作りましょうねっていうところが基本なんですけれども、私が今回お伝えしたいのはそこではありません。もちろん打ち込みは大事なんですけれども、こういうところ、線と線が交わるところ、接するところ、この接するところをしっかりとですね、打ち込んだ起筆の先が軽く当たるように組んであげてください。この家とかもそうなんですけれども、こちらとこちらでだいたいバランスは変えずに書いてるつもりです。変えずに書いてるんですけれども、やはりこの中からグイッと出てるのか、それともここでしっかりとですね、ツンって当ててから払ってるのか、大きく印象が違うと思います。こちらもそうですね、ここちょっと打ち込んじゃったんですけれども、こちらに関しては中からスーッと持ってきてるんですが、どこかこうメリハリがつきづらい、そのような見た目になってしまいます。ですので、そうならないようにここは気をつけていきましょう。ということで、文字と文字、線と線を接するところもしっかりと打ち込みを作る。そしてその打ち込みの先を当ててあげるといいですよ。そのようなお話になります。続きまして文章になります。文章でいくと、これはもうよく私お伝えしてるんですけれども、漢字とそしてひらがなのバランスに気をつけましょうねというお話になっていきます。ここで見るとそんなに大きさ大差ないじゃんと思うかもしれないんですけれど、大きくめちゃくちゃ変える必要はないです。やはり一つの文章ですので、かなり極端に変えてしまうとそれはそれで違和感があるので、イメージ的にはですね、こういう円をイメージしていただきたいです。このような形でですね、ちょっとやはり小さめの円で収めてあげてるようなイメージで書いてます。これだとですね、大きさめっちゃ大きいみたいな、これちっちゃいみたいな、こうやってですね、しっかりと丸をつけてあげると分かりやすいかなと思うんですけれども、このあたり気をつけていきましょう。ここでもう一つポイントは、漢字とそしてひらがなのサイズ感もそうなんですけれども、漢字同士のサイズ感、ひらがな同士のサイズ感、実部を揃えるということも意識していただくとより良くなると思いますので、ぜひやってみてください。続きまして、角度を揃えるというお話です。角度を揃えていきましょう。角度を揃えると何がいいのかというところ、そこが伝えたかったところなんですけれども、間の空間が均等になりますということです。間の空間が均等になるとバランス良くなりますし、きっちりと見えます。整った文字に見えるんですね。人の目はですね、均等ではないものを見たときになんだかバランスが悪いと感じてしまうものなので、角度を揃えることによってきっちりと空間を均等にする、そのような動きを意識していきます。それができていないと、こんなちぐはぐしたような、ここも大きく空間空いてますよね。こういうことがないように文字を書いていく。これを意識してみてください。はい、続きまして、ここをご覧ください。ここの部分ですね。しっかりと見ていただきたいんですけれども、どうでしょうか。頭出てますよね。これは出過ぎですね。で、これは出てないですよね。っていうところで適度にしっかりと出してあげるということを意識していきましょう。およそ3対7ぐらいの割合でいいんじゃないかなと思います。3対7にすることによって、下が長く見えるという効果もありますし、非常にいいです。下がズーンと沈んでしまうと子供っぽい字になってしまいますので、そうならないようにという意味も込めて、このような形で書いてあげるといいと思います。そしてこういう冠系ですね。冠系もしっかりと打ち込みをしない方多いんですね。こうやってちょんって書いてしまう方いるんですけれども、しっかり止まって、まっすぐ降りてっていう、ここを作ってあげるということを意識してみてください。これだけで大きく変わると思います。続きまして、辺の書き方になります。2つポイントがあります。1つは右に壁があるようにしましょうということで、一番右に出たラインよりはここが出ない同じラインで揃えてあげるということを意識していきます。これをすると何が良いのかというと、作りを書くときにここが邪魔にならないということです。このようにオーバーしてしまうと、この線が邪魔で少し右にずらして書くことになります。そうすると文字の間の空間が出来上がってしまい、間延びした字になってしまいますので、そうならないように気をつけるという意味で、右のところの壁を意識するということをやってみてください。それからもう一点お伝えしたいところがここになります。
これがですね、3対1、2対1ぐらいのイメージで書いてあげるとバランス良くなりますよっていうお話です。しっかりとですね、漢字というのは末広がりに書いていくと美しく見えるんですけれども、それを実現させるために、このような形でですね、3対1、3対1、2対1みたいな形で組んでいるような形になります。下でいきますと、中心にちょうど通ってしまっていますので、そのバランスが取れておりません。こうなってしまうと、子供っぽくなってしまったりですとか、それこそ先ほどと同様に横に間延びしてしまったりしますので、そういったところを気をつけるという意味で、左側が長くなるように中心を通るのではなく、やや右を通してあげるということをやってあげてください。続きまして、左払いと右払いというお話です。こちらに関してなんですけれども、バランスのお話、同じ左払い、右払いなんですけれども、ちょっと見せ方を変えるということをやってあげるといいと思います。まず大前提としては、開きすぎないっていうところが大前提となります。その上でポイントがあります。上に左払いと右払いが来る場合はですね、左払いの一番下よりも右払いの下が上に来るように、ラインが上に来るように書いてあげるとバランス良くなります。一方で、一番最後に左払いと右払いで終わる文字に関しては、ここよりも右払いを少し重心下げて書いてあげるとかっこよく見せることができます。これに関しては同じぐらいでもいいんですけれども、こういう書き方もありますよというところで取り入れていただければいいなと思います。ちなみに取り入れる場合にここが長くなって、こういう風に実践で長くなるのは NG ですということを覚えておいてください。こう書いて、こういうイメージですね。これだとちょっと右下にただ伸びてしまった字になってしまうので、そうではなくてですね、同じように書く場合でも払った先が右下に落ちるぐらいの感覚で書いてあげるようにしてください。とにかくですね、角度開きすぎる方多いので気をつけていきましょう。そして一番最後が中心を揃えるのが難しい方という文章を書いてるんですけれども、横書きをするときに中心を揃えて書きましょうね、中心線を意識して書きましょうねってよく聞きますよね。私も解説で言ったことがあります。実際中心を意識して書くっていうことが非常に大切ですし、それができることによってバランスというのはより良くなります。ですが、その意識はできてるんだけれども、それが難しいんだよっていう方、非常に多いんではないでしょうか。私もですね、こんな解説をしながらも、中心を意識しながらも、やはり中心がずれていたりとか、よくあります。いずれにせよですね、意識したからといって、すぐできるものではないっていうのが、この中心を揃えるということなんですけれども、それだと今回の趣旨からずれてしまいますので、真似できる方法として、下線を揃えていきましょうということを今回は推奨していきたいと思います。中心を揃えようと思うとどうしても文字そのものの中心がどこだろうっていうのをしっかり練習して知っていないとこういう風にばらつきが出てしまいます。ですのでそうなってしまわないように下線でおおよそ揃えてあげるやり方っていうのをやってあげるといいと思います。このような形でですね、中心揃えるのが難しいということはまずは下線を揃えてあげる、この意識をされてみてください。それだけで大きく変わるんじゃないかなと思います。そして下線を揃える際にもう一つ意識していただきたいのが先ほどお伝えしました文字のサイズ感についてです。文字のサイズ感です。漢字とひらがなのサイズ感、ここ意識されてみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は美文字ポイント10選ということですぐに真似できるものを抜粋させていただきました。この中で真似できなかったよというものがあったりですとか、もっとこういうところを知りたいよっていう方ありましたらですね、コメント欄にコメントいただけますと嬉しいです。そのコメントをもとにですね、よりわかりやすくどうすればいいんだろうというところを私も考えて、しっかりと皆様に少しでも理解できるように、わかりよくなるように、私もですね、努力して今後配信していきたいと思いますので、よければコメント欄にコメントいただけますと嬉しいです。良かった場合は高評価、悪かった場合も低評価ということで、どちらも押していただけますと嬉しいです。というわけで、今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。